皆さんこんにちは。小松です。前回は顔をホワイトレジン化したので今回はアイペイント会。福山アニメコンテストまで1ヶ月切ったぞ。間に合うのか？納期に間に合わないのは社会人失格だぞ小松。あれ、社会人ってなんだっけ？ホワイトレジン化した顔パーツに穴を開け、竹串を刺して持ち手に。まずはプライマーとウレタンクリアを吹きます。今回は肌塗装前にアイペイントをやってみたいと思います。ちょっとやってみたかったんですよね。結構ツイッターなどでも上がってるし、エナメルが肌塗装に浸透してしまうから先にアイペイントを、ということのようです。まずはクリアオレンジで下書きをします。ウレタンクリアを拭いておけば、後でエナメルシンナーで線を削ったりできるのでとりあえずガタガタでも線を引いちゃいます。アイペイントは勢いだぜ、兄貴。下書き線を入れたら、エナメルシンナーで少しずつ下書きラインを削っていき、形を整えます。ウレタンクリアを拭いているので何度でも書き直し可能。何回でも遊べるドン。細筆だと広い面に広がってしまったエナメルオレンジを取るのが大変。平筆を併用すると便利です。下書きできました。この後は、クリアを拭いて下書きが消えないようにするので問題ないか髪の毛をつけたり角度を変えたりして確認。確認よし。今回はさらにまつげのグラデーション塗装もやってみたいと思います。まつげ部分だけをマスキング、エアブラシで拭いてグラデーションにするんだとか。なんと贅沢な。でもやってる完成品とか見るとすごく良さそうなのでやってみますか。目の周りをマスキングテープでマスクし、目の部分はマスキングゾルを使います。マスキングゾルを塗ります。以前紹介したニードルアプリケータが割と受けたようでちょいちょいツイッターで上がってくるのを見てます。そこまで細かいところまではできませんが、マスキングテープとの境界線を埋めるくらいならば問題なくいけます。細かいところは爪楊枝で、爪楊枝しか勝たん。マスキングができたら、エナメルブラックを軽く拭いてグラデーションを入れます。エナメルを希釈するのが面倒なので墨入れブラックを原液のまま拭いてます。意外といけるのでは？細拭き用で愛用中の PS771 を使って拭きます。塗装したらマスキングを剥がします。結構マスキングが雑なんですが、エナメル塗料を拭いているので問題なし。はみ出した部分はエナメルシンナーで拭えばいいんです。透けている下書きをガイドにはみ出したエナメルブラックを筆で拭い取ります。まつげを整えたら、下書きに合わせ、瞳の部分もエナメルブラックで線を描きます。ここでも墨入れブラックを使いました。最近買ったエナメルブラックがカッピカピになっていたけどエナメルブラックのみ買いに行くのもめんどくさい。5個ぐらい買ってた墨入れ用のブラックを使ってみたら意外といけちゃったのは内緒。まつげのグラデーションと瞳の輪郭線、描けました。瞳の内部を下書きします。両目の視線が合わないと違和感を感じてしまうのでここは髪の毛を当てて調整をしつつ進めます。
こんなもんですかね。なかなか目力強めです。上からクリアを拭いて乾燥させた後、瞳に色を入れていきます。ここもエアブラシで塗装されている方が最近多く、ちょっとやってみたくなったんですが小松的にはエナメル筆塗りで作るグラデーションが好きなんですよね。今回もエナメル手書きでやることにしました。薄い色から立ち上げていくので、クリアブルーにクリアとペトロールを混ぜてかなりシャビシャビ状態のものを乗せていきます。ここまで流動性を高くしてやると、塗料が重力で流れていきます。それを利用して顔をひっくり返しながら塗ってやると自然なグラデーションになります。何度か色を足したり調整をしたりしてこのようなグラデーションが出来上がりました。この状態で十分乾燥させ、ラッカークリアを拭いときます。瞳の中央部分により色の濃い青を追加します。クリアブルーに墨入れブラックを足して色を濃くしました。墨入れブラックの万能感。あと5個買っちゃう。クリアオレンジで下書きした線に合わせ、色をのせます。こんな感じ。瞳部分のクリアブルーを乾燥させている間に眉毛も描いておきます。やり方はほとんど変わりません。線を入れて、エナメルシンナーを含ませた筆で両線を少しずつ削っていけば OK。アスカの眉毛ってかなり細いので、できるだけ削ります。きっとそのままだとちょっと太すぎて小松的には少し不満だったんですよね。多色成形で再現しているから、金型成形の制約もあって相当細いと思いますけどね。そう、アイペなら極限まで細くできるんです。眉毛を描いたら、口にもピンク色を入れておきます。これで交際を入れる直前まで完了です。最後にエナメルホワイトで交際を入れてアイペイント完成です。爪楊枝で点付けも過去やっていましたが、あれやると白い部分だけちょっと盛り上がってしまって少しかっこ悪いんですよね。できるだけ少量を筆に含み、塗ってやることでそのような現象を回避します。交際を入れて完成なんですが、なんか違う気がする。交際が白丸だとちょっとアスカっぽさがないですね。という夢を見たのさ。さて交際を入れていきましょう。アスカの交際はちょっと大きめで、R が強い三角形みたいな形をしています。白丸？何言ってんだ。原作見たことないんか？エナメルホワイトを入れたら、エナメルシンナーを含ませた筆ではみ出した部分や輪郭をなぞって整えます。タミヤのエナメルホワイトって隠蔽力が少し弱めなのかつい厚く持っちゃいがちです。隠蔽力強強で薄く塗れるホワイトってないかな。また色々探してみるかな。交際入れ、完了です。多少はアスカによりましたかね。ちょっとまだ肌色とか塗ってないから溢れ出るその股間。次回肌色を塗っていきたいと思います。